せっかく覚えたのに、また忘れてしまった。そうやって自分を責めるのは、今日で終わりにしませんか。ふとした瞬間に、昨日食べたものの名前が出てこなかったり、読んだばかりの本の内容が指の間からこぼれ落ちていくような感覚。私たちはそれを記憶力が悪いと呼び、まるで欠点のように扱ってきました。でも、本当は違うのです。それはあなたの脳が壊れているわけではなく、ただ、情報の扱い方を知らなかっただけ。記憶とは、単なる記録ではありません。あなたという人間が世界をどう解釈したかという物語そのものなのです。今日は、膨大な情報を自在に操る専門家の視点から、あなたの記憶を苦痛から人生の彩りに変える、10の優しい処方箋を紐解いていきましょう。記憶を心の手触りに変える10の習慣。1、忘却という名の心の調律。読書の途中で前のページの内容を忘れ、ひどく落ち込む。脳の短期記憶は、本来わずか数十秒しか持ちません。忘れるのは、脳が新しい情報を迎え入れる準備をしている証拠です。忘れることは、新しい自分を受け入れるための余白を作ること。すべてを握りしめない潔さが、知性に新しい風を吹き込みます。2、手触りを加える、情報の彫刻。きれいな言葉を書き写しているのに、ちっとも身につかない。情報に自分なりの形を与えていないからです。粘土をこねるように、自分の言葉で言い換えなければ、記憶は定着しません。効率を求めるあまり、味わうことを忘れていませんか。情報を自分なりに咀嚼する手間こそが、知識を血肉に変えるのです。3、複雑さをめでる、知的な誠実さ。単純な暗記は苦痛。でも、背景にある物語を知ると一気に覚えられる。脳は、他の知識と複雑に絡み合ったものほど、価値があると判断して大切に保管します。物事を安易に単純化せず、あえてなぜ、という迷宮に足を踏み入れる。その誠実な遠回りこそが、深い理解へとつながります。4、15秒の沈黙が、記憶を育てる。情報を詰め込もうとして、倍速で動画を次々と見漁ってしまう。脳の作業スペースには限界があります。一息つかずに詰め込めば、古い情報から順にあふれ落ちてしまいます。立ち止まることは、停滞ではありません。一歩進むたびに深呼吸をするように、情報を心になじませる静寂の時間を愛してください。5、今という先導を未来へつなぐ。後でまとめて理解しようと先延ばしにし、結局すべて忘れる。記憶の鮮度は、触れた瞬間から落ち始めます。その場で要するにどういうことかを考える数秒が、未来の自分を救います。未来の自分に負債を押し付けない。今この瞬間の気づきを拾い上げることが、自分を大切にすることにつながります。6、自分の聖域を守る勇気。周囲の雑音や話し声で、せっかくの思考が無散してしまう。無関係な音は、あなたの脳の貴重なエネルギーを無断で奪っていく侵入者です。自分の集中を守るために、耳を塞ぎ、静寂を求める。それは、自分の内面という大切な聖域を尊重している証拠です。7、再会を繰り返す、記憶の儀式。一度覚えたはずなのに、いざという時に思い出せない。情報は保存されているものの、それを引き出すための道が整備されていない状態です。大切な人を何度も訪ねるように、知識とも何度も再会を果たす。
その度に、あなたと知識の絆はより強固なものになっていきます。8、点と点をつなぎ、星座を描く。覚えた知識がバラバラのままで、実生活に活かせない。知識同士に橋を架けることで、脳はそれらを一つの大きな意味として認識し、忘れにくくなります。人生における無意味に見える出来事も、つなぎ合わせれば一つの物語になります。知識をつなぐことは、人生を紡ぐことと同義なのです。9、紙に思考の体温を移す。頭の中だけで処理しようとして、焦りだけが募っていく。紙に書き出すことは、脳の負担を外に逃がす。デトックスです。視覚化することで、脳は初めて深く考える余裕を得ます。混沌とした思いを外に出し、客観的に眺める。書き出すという行為は、自分自身を優しく見つめ直す作業でもあります。10、不完全な自分を受け入れる強さ。覚えられない自分を能力が低いと決めつけ、挑戦を諦める。記憶力は天性の才能ではなく、磨くことができる技術です。できないのは、あなたが悪いのではなく、方法が合わなかっただけ。自分の限界を認め、適切な道具を頼る。それは弱さではなく、大人の賢明さです。ありのままの自分を許したとき、本当の学びが始まります。記憶とは、単なる情報の貯蔵庫ではありません。あなたが何に心を動かされ、何を大切に思い、どうやって世界を眺めてきたかという、あなた自身の生きた証そのものです。もし、あなたが自分の記憶力に自信を持てずにいるのなら、それはあなたが一つ一つの出来事をあまりにも丁寧に深く受け止めようとしている優しい人だからかもしれません。今日も紹介した考え方を少しずつ、まるで新しい靴を履き鳴らすように生活に取り入れてみてください。この動画を見終える前と後では、世界の見え方が少しだけ変わっているはずです。あなたは、思っているよりもずっと、素晴らしい可能性をその胸に秘めています。今夜は、覚えるべきことを一度手放して、ゆっくりと心と体を休めてください。あなたの明日が、もっと軽やかで、知的な喜びに満ちたものになるよう願っています。あなたが最近、ふとした瞬間に思い出した、心に残る景色や言葉はありますか？よければ、あなたの物語をコメント欄にそっと残していってください。